こんにちは、ゆきりんぷトラベルです。ハワイのホテルは近年リノベーションラッシュであることをご存知でしょうか。2021年に創業から50周年を迎えたシェラトンワイキキは2019年からの大規模な改装工事を経て1636室の全室とクラブラウンジが生まれ変わりました。ワイキキの中心にあってダイニング、インフィニティプール、眺望の素晴らしさなど初めてハワイを訪れる方から3世代での旅行、リピーターまで満足できるリゾートホテルです。今回は朝から夜まで贅沢な時間が過ごせるリノベーション後のシェラトンワイキキの魅力をお伝えします。オアフ島のオーシャンフロントのホテルシェラトンワイキキにチェックインします。ロビーはとても広々としています。フロントの前には透明なついたてがあり、感染対策がしっかりされている印象です。ゲスト一人一人がチェックインを終えるたびにアルコール消毒がなされていました。チェックインの際に滞在中に部屋の掃除を希望するかどうか、駐車場の利用があるかどうかを伝えるカードをいただきました。私はこの時長期滞在だったのでお部屋の掃除はお願いしました。日本語を話せるスタッフの方もいらっしゃるので語学に不安があっても安心ですね。客室に向かいます。シェラトンワイキキの1階にはローソンが入っています。滞在時は朝6時半から夜の10時半までの営業でした。旅行中は日本食が恋しくなる時もあると思いますが、早朝のフライト前や小腹が空いた時などにおにぎりやおでんを購入できてとても便利です。お土産を買い忘れた時にも重宝します。客室へ上がるエレベーターの数は多く、中央のボタンでエレベーターの動きをコントロールするタイプです。今回滞在する19階に着きました。お部屋の鍵はブレスレットタイプで色やロゴは様々です。シェラトンワイキキはマリオットボンボイの傘下なのでマリオットのロゴが入ったものもあります。早速お部屋の中を見ていきましょう。今回滞在した客室はマリアオーシャンスイートです。ダイヤモンドヘッド側に位置するワンベッドのスイートルームで、リビングルームは明るく開放感抜群な雰囲気です。1部屋4名まで宿泊ができるのでファミリーにもおすすめです。早速ラナイに出てみましょう。ラナイにはソファーとチェア、小さいテーブルも用意されています。海を見ながら食事をしたりくつろいだりするのに最適です。目の前はワイキキビーチを一望できるだけでなく、お隣のロイヤルハワイアンホテルも綺麗に見ることができます。正面にはダイヤモンドヘッドも眺められます。モダンで洗練されたインテリアですよね。客室のライトやアートも素敵だなと思いました。続いてお隣のベッドルームを見ていきましょう。こちらも明るいインテリアでまとめられています。ベッドルームにもラナイがあります。朝目覚めた瞬間からハワイの景色を堪能することができます。ベッドサイドのテーブルにはアルコール除菌ティッシュなども用意されています。続いてはバスルームやアメニティを確認していきましょう。洗面所のシンクは2つあってとても広くて鏡も大きく使いやすいデザインです。バスルームも広々としています。レインシャワーとハンドシャワーの両方があり、バスタブも日本人が好む深いタイプです。また全室にTOTOのウォシュレットが設置されています。アメニティは全世界のシェラトンホテルで採用されているル・グランバンです。アメリカのホテルには歯ブラシがない場合もありますが、こちらではあらかじめ用意されています。こちらはクローゼットの中です。パジャマ、アイロン、セーフティーボックス、枕などがあります。隣の棚にはドリップタイプのコーヒーやタゾティーが用意されています。以前はボトルのミネラルウォーターが用意されていましたが、今は地球環境を考えられたロゴ入りのウォーターボトルが用意されています。各フロアで24時間自由にお水を補給できます。軽く飲み終えたら小さくなるのでとても便利でした。今夜の7時になりました。この日の前日にロイヤルハワイアンホテルのまさにガーデンの前のお部屋に泊まっていたのですが、部屋の中はプライベート感が高く、お隣のシェラトンワイキキからの方がホテルの全景やガーデンの様子がわかるというのはなんだか面白いなと思いました。
さて、これから1階のワイキキビーチとダイヤモンドヘッドを望めるバー&グリル、ラムファイヤーに向かいます。こちらは朝から夜まで楽しめるオープンエアな空間です。マウイ島のラムにパッションフルーツピューレ、ライム、トロピカルジュースがミックスされたマイタイや大きなアボカドが入ったスパイシーなタコスなどが人気です。ノンアルコールのモクテルなども作っていただけます。青空に映えるハワイらしい色合いです。この日はランチをいただきましたが、サラダやバーガー、お魚料理などメニューもバラエティ豊かです。スイートに宿泊するメリットは、広々としたお部屋や充実したアメニティが楽しめるだけではありません。大規模な改装工事を経て、クラブラウンジであるレアヒラウンジもさらに居心地よく生まれ変わりました。通常の営業時間はこちらです。レアヒクラブラウンジはクラブルーム、スイートルーム宿泊者の方、またマリオットボンボイのプラチナエリート以上の会員の方が利用できるラウンジです。最上階30階のパノラマビューが堪能できるラウンジが自由に利用できることは大きなアドバンテージと言えるでしょう。この時は一時休業中でとても残念でしたが、通常時は朝はコンチネンタルブレックファースト、カクテルタイムには軽食、夕暮れ時にはバーコーナーも充実します。2面が窓になっていて、西側の大きな窓からは空港を行き交う飛行機を眺めることができます。私は今回の滞在では、朝やお昼はラナイで食事を楽しむことも多かったです。ハワイにいると開放的な気持ちになって窓を開けっぱなしで外に出てしまいがちなのですが、時にはこんなアクシデントもあるので気をつけてくださいね。さて、リゾートホテルでの過ごし方をさらにグレードアップさせるのはプールですよね。シェラトンワイキキの海に面した大人向けのプール、インフィニティエッジプールはワイキキ最長のインフィニティプールです。水平線まで広がる開放感に浸りながら不思議な浮遊感を感じられて、朝、日中、夕暮れと一日に何度も訪れたいほど心地よい空間でした。今日はホテルでゆっくり過ごしたいという日にはプライベートカバナをレンタルするのも価値のある楽しみ方ではないでしょうか。サンセットの時間です。ビーチに近づいてみましょう。海とプールがオレンジ色に染まる夕暮れは何度体験しても息を飲む光景です。お子さんと一緒のプール遊びならヘルモアプレイグラウンドのプールが利用できます。本格的なウォータースライダーがあり、大人でも十分楽しめる仕様になっています。波の音だけが聞こえてとっても静かです。風も吹いていて心地いいです。シェラトンワイキキはその利便性はもちろん、ホテルの部屋やプールから海を眺めているだけでも十分にハワイらしさを感じられるのが魅力です。新しくなったシェラトンワイキキに滞在することで、ますますハワイ旅行の満足度が高まりそうですね。今回もご視聴いただきありがとうございました。次のハワイ旅行のご参考になると嬉しいです。次回のハワイ動画もぜひ楽しみにしていてくださいね。素敵な旅になりますように。